おはようございます。今日は1月5日日曜日、2025年初の撮影です。現在の時刻6時24分。今日は風の音がうるさいな。風切り音が。おお観覧車のシルエットがくっきり見えます。肉眼だと。そういえばフォルツァ2025年モデル発表されましたね。国内でも販売決定となりました。値段が8万か9万か上がったんだよな。まあ値上がりするのはまあ予想されとったことだけど、液晶メーターになって、あとはメットインスペースにライトがついたんか。あとカラーは白と黒の2色だけと、相変わらず選択肢がないと、少ないと。値段に関してはまあでもこんなもんかなと。ようやくこの現代の今のご時世のお値段に近づいたんじゃないかなと僕は思っております。それでも昔のフォルツァと比べると同じぐらいの値段になるのかな。販売計画台数が減ったんだよな。2024年が2800台だったのに対して2025年は2000台に減少。どうなんだろう。多いのか少ないのか。多くはないか。まあでも日本で出るだけまだマシだな。まあ、フォルツァという選択肢がなくなったら別のスクーターに乗り換えるだけじゃそうなんだけど、ちょっと寂しいよね。なくなるとしたら。 PCX の方はまだ日本は発表されてないのかね。噂では情報はネットに上がっとるけど、海外モデルと同じじゃなくって日本には廉価版じゃねえけどスタンダードモデルしか入ってこんみたいな。リザーバータンク付き、そして TFT 液晶のついたデラックスモデルは入ってこないみたいな噂はありますけど、海外の動画で PCX 上がってるから見てみたけど、そんな悪くないんじゃないかな。結構かっこよく見えたな。ライトつけるとくっつき眉毛、あれはちょっとっていう感じにはなるけど、動画で走っとるとこ見る分には結構かっこいいと思ったけどな。この辺はもう名トークかな。空の色が変わってまいりました。山のシルエットがくっきり見えますね。今日も DJI Osmo Action 5 Pro で撮影しております。スーパーナイトモードは使ってないのでちょっと暗かったりブレてたりするかもしれませんが、あとはマイクミニ DJI マイクミニをヘルメットの顎ひものところにつけて同時に録音もしておりますが、
こっちの音声はいかがでしょうか。止まるとそれなりに取れとるはずだけどな。走行中はちょっとわからんね。何回かつける場所変えて試してみたけど、風切り音がうるさかったり変なノイズが入ったりね、今一つ綺麗に取れてなかったんだけど、今日は顎紐の部分につけて使ってますけど、いかがでしょうか。おお、でけえ音が。あれはなんだ、 GT3 なんやら、車種は知らん、詳しくないので。車にはそんな興味がないんでね、オートバイもそこまでオートバイ好きっていうわけでもないんで、オートバイが好きっていうより、オートバイに乗ってこうやって走って出かけるのが好き、旅をするのが好きと言った方が正しいのかな。まあバイクの免許取ったのもオートバイに乗って旅をしたい、なんか自由になれる気がするとか、そんな感じで取ったので、このオートバイがかっこいいから乗りたいとかそういう感じではなかったな。最初に乗ったのが CRM50、 あれは23歳の時かな。まあいろいろありまして、原付の免許から取ることになって、最初原付免許取って CRM50 で練習をしまして、その後中型自動二輪、今でいう普通自動二輪か、教習所に通って取った後に XLR バハを購入。そこからさらに世界が広がった。おお、綺麗だね。綺麗だねっちゅうほど綺麗じゃねえけど、まあなんかいいな。やっぱり 50cc と 250cc じゃ高速道路に乗れるという違いもね、大きいね。あとは自動車専用道路か、そういったところを走れるのも大きくて、行動範囲はさらに広がったよ。それで旅をするようになって、その後はツーリング用途じゃなくってちょい乗り用途にモンキーバハを買った。モンキーバハでは近所をぶらっと走るのに使っとったね。あとただ単にモンキーバハのデザインかわいいと思って買ったんだよな。その後に買ったのが XR のバハだ。 XR のバハを買って、さらに遠くへ旅に出た。旅から帰ってきて、ちょっともうしばらく旅はいいかなと思って、でバス釣りするようになって、もっと簡単に荷物が積めるやつがいいなと思って、フォーサイト。そしたらフォーサイト乗ったら、スクーターめちゃめちゃいいじゃん、
今後スクーターでいいやってなったんだよな、確か。デザインで言うたらフォーサイトよりマジェスティの方が好みではあったけど、僕はホンダが好きだったのでホンダのバイクを買いましたけど、しばらくしたらフォルツァというスポーティーなモデルが出るぞっていうのでね、即購入ですわ。フォーサイトはブラックに乗ってたんで、ブラックはもういいやと思ったんで、あの時白あったんかな、シルバー、白もあったような気がしたんだけどな、シルバーと白で迷ったんかな。結局シルバーにして5年ぐらい乗っとったと思ったけどな。一番走行距離乗ったのはフォルタだな、 MF06。通勤にツーリングっていうか走りメインでは行ってなかったけど、バスフィッシングツーリングか。バスフィッシングツーリングというかバスフィッシングで使ってたね。冬も行ってたでな。雪さえ降らなければ高速道路を使って琵琶湖まで行っとったな。遠くへ遠征にも行った。四国の旧吉野川とか秋田の八郎潟とかね、あとは河口湖、それから木崎湖、野尻湖などなど。フォルツァはバイクやったな、 MF06。フォーサイトに比べるとスタートダッシュは遅かった。その代わり高速域での伸びは良かったような気がするけどな。フォルツァと並行して所有してたのがスペイシー100。あれは通勤用に買いました。でスペイシー&フォルツァ2台持ちでしばらく通勤とバス釣りに使っとったんだけど、車の免許を取ってからは車でバス釣り行くようになっちゃったもんで、フォルツァに乗る機会がぐっと減っちゃったんだよな。ほとんど乗らなくなっちゃったんだ。スペイシーは通勤で使っとったけど、それでもうフォルツァはもうちょっと手放そうということで、フォルツァを手放しバイクはスペーシーだけになった。そうだ思い出した。アドレスと迷ったんだ。通勤最速アドレス V125 だったかな。でスペーシーとどっちにしようかな。でもホンダが好きだしなと思って、納期を聞いたらだいぶ先になったんだな、確かアドレスで。スペーシーならもうすぐ納車できますよっていうことでスペーシーにしたんだというのを今思い出した。パチンコ屋のガラスに太陽光反射で、また次の会社に入るタイミングで通勤用のバイクも新しいのに変えた。それがリードの110だな。所有してた期間が一番長いのはリード110。通勤にしか使ってなかったでね。あと買い物か。買い物に行くにはまあコンパクトで小回り利くし便利だったけど、何年所有しとったんだろうな。結局 ADV150 買うまでずーっと家にあったでね。もう後半の数年は月に1回乗るか乗らんか、たまにエンジンかけてちょっと走っとくかぐらいで、オイル交換も1年に1回とかそんな感じだったから。ちょっと空が
空の色が変わってまいりましたよ。さらにどうもバイクがブームらしいぞっていうので、バイクか。久しぶりに、いや違う、その前だな。XADV が発売された時に、これかっこいいじゃんと思って、排気量見て、大型か、わしは無理やと思って、興味を捨てたんだけど、ちっちゃいバージョン、ADV150 がどうも出るらしいっていうので、これまたかっこいいじゃんと思ったけど、その時はまあちょっとね、いろいろとありまして、お金もなく、すぐには買えんかった。いいなと思いつつ、まあお金が貯まったら買おうかなぐらいにしか思ってなかったんだよ。で、なんとか資金ができた頃に PCX160 も発売されるのそうこうしてるうちに、白の限定モデル ADV150 出たと。で、在庫はねえかなと思って探してたら、名古屋市内に在庫がある店があって、そこにすぐに買いに行った。それからはまあちょいちょいツーリングに行って CRF 乗り換え、そして現在はこのフォルサに乗っているといったところであります。長々と私のバイク遍歴、特に面白くもないバイク遍歴を喋ってまいりましたが、区切りがついたところで一旦終わりましょうか。今日もご視聴ありがとうございました。なんか綺麗だな。ここ曲がろう。オレンジ色が綺麗ですわ。